はい、こんにちは。行政書士のユダです。今日はですね、派遣擬人国ビザが超厳格化したというテーマでお話をしていきたいと思います。結論から申し上げますと、擬人国ビザの審査において、派遣元だけではなくて、派遣先の審査責任がかつてないほど厳格化しております。もはやですね、派遣会社に任せておけば安心という時代は終わりました。今日の動画では派遣元、派遣先企業がそれぞれですね、直ちに取るべき対策について分かりやすく解説していきたいと思います。じゃあ本日の目次ですね、派遣擬人国ズバリ何が変わるのか5つの変更点をご説明します。そしてなぜ今厳格化されるのか、派遣元、派遣先が負うリスクと今後の対策、派遣による擬人国雇用は丸投げできない時代へ、このテーマでお話をしていきたいと思います。じゃあ一つ目ですね、派遣擬人国ズバリ何が変わるのか、主な変更点は5つあります。まず1点目ですね、派遣元、派遣先双方の誓約書提出が必須になりました。これまでですね、擬人国ビザは主に派遣元の書類で審査されてきましたが、今後はですね、派遣元と派遣先双方の責任者が署名した誓約書の提出が義務付けられました。特にですね、派遣先企業に対して擬人国の活動範囲を理解し、絶対に単純労働をさせない、入管の調査に協力することをですね、書面で誓約させる非常に重い内容になっております。じゃあ変更点2つ目ですね。申請時点で派遣先の確定が必要になりました。これまではですね、とりあえず派遣会社でビザを取得更新して、その後に派遣先を探すといったですね、運用が事実上できてしまうケースっていうのもありました。しかし今後はですね、申請の時点で派遣先が確定しており、派遣先っていうのですね、具体的な業務内容が証明できなければビザは許可されません。で、3点目の変更点ですね。在留期間が派遣契約期間に連動することになりました。これまでですね、派遣元との雇用契約が無期であれば長期のビザっていうのがですね、出やすい傾向にありました。今後は派遣先企業との派遣契約期間が審査に直結します。例えばですね、派遣先との契約が6ヶ月であれば、在留期間もそれに準じた判断ですね、1年または6ヶ月ほどになるということになります。で、4つ目ですね、入管による派遣先への直接確認、実地調査の実施。誓約書にも明記されていますが、入管庁がですね、書類審査だけでなく、派遣先企業に対して電話での直接確認や抜き打ちでの実地調査を行うことが明確に示されました。書類上だけ専門職に見せかけるという手口は今後通用しないです。で、5つ目ですね。更新時の提出書類が大幅増加ということで、擬人国ビザの更新申請において、このような書類が追加になりました。派遣元管理台帳、派遣先管理台帳、就業状況報告書。これらが追加になったということですが、じゃあ入管の意図は何なのかっていうご説明なんですが、これらのですね、書類を追加した意図としては、申請時だけではなく、許可後もですね、本当に適法な業務を行っていたか、労働者派遣法を遵守して単純労働をさせていないかを事後的に厳しくチェックするという意図があります。就業状況報告書によって実際の業務内容を詳細に報告させて、管理台帳で派遣の実態、就業日、労働時間、苦情処理等を照らし合わせることで、申請時の誓約書に違反していないかを徹底的に検証するということになります。当然ですね、ここで矛盾や虚偽が発覚すれば、容赦なく更新不許可であったり、ビザの取り消し、さらにはですね、企業側の罰則になる可能性がございます。はい。じゃあ続いて2つ目ですね。なぜ今厳格されたのかっていうテーマでお話をしていきたいと思います。本来ですね、擬人国ビザは大学等で学んだ専門的技術的な知識を必要とする業務、例えばエンジニア、通訳、マーケティング等ですね、にのみ従事できる在留資格であります。しかし現実にはですね、派遣という形態を悪用し、書類上は専門職として申請しながら、
実際の派遣先ではですね、工場のライン作業、倉庫での仕分け、飲食店での接客調理といった単純労働にフルタイムで従事させるという違法就労が後を絶ちませんでした。その背景には、このような派遣元派遣先双方の問題があったかなと思います。まずですね、派遣元による問題ですね。身勝手な拡大解釈ということで、一部のですね、派遣元企業はですね、自社の都合のいいように擬人国に該当する業務を極端に拡大解釈してきました。例えばですね、少しでも専門業務があれば OK という解釈ですね。1日の業務の中に少しでも通訳や翻訳が含まれていれば、残りの時間は工場でのライン作業や飲食店のホール接客などの単純労働をさせても問題ないという独自の解釈であります。あとですね、管理という言葉の乱用も多くあったかなと思います。工場におけるライン作業の進行管理や現場での備品管理、在庫管理といった業務を無理やりですね、生産管理、経営管理といった高度な専門業務であるかのように偽って申請する手口になります。で、続いてですね、派遣先による問題はですね、黙認と責任転嫁があったかなと思います。派遣先企業の問題点はですね、実際の現場で外国人が減業を行っていることを把握しながらですね、派遣元が OK と言っているから、就労可能なビザを持っているから大丈夫だろうという理由で、擬人国該当性のない業務についていることを黙認してしまったという経緯があります。このようにですね、派遣という形態を利用することでどんな業務をさせているかの責任の所在が曖昧になりがちな構造がありました。この悪質な構造にですね、根本からメスを入れるためですね、入管庁は派遣先にもですね、直接責任を負わせる誓約書実地調査という強行手段に踏み切ったということになります。じゃあ続いて3つ目のテーマですね。派遣元、派遣先が負うリスクと今後の対策についてお話ししていきたいと思います。今回の厳格化によってですね、派遣元はもちろんですね、外国人を受け入れる派遣先企業にも極めて重いコンプライアンス上の責任が生じます。それぞれの立場で対策を講じていくことを推奨します。じゃあ派遣元が、注意すべきことですね。もしですね、派遣先で単純労働をさせていたことが発覚した場合、制約違反として今後の外国人派遣事業が事実上できなくなる、新たなビザ申請が下りなくなるということですね。で、それだけではなくて派遣元企業自体が不法就労助長罪に問われるリスクもございます。なのでじゃあどうするのかっていうと、まず既存案件の総点検が必要かなと思います。現在派遣している擬人国スタッフの実際の現場での業務を直ちに確認して管理台帳等をですね、整備していただければと思います。少しでもですね、減業が組まれている場合は派遣先と業務内容の再設計を行うか、派遣先から引き上げる必要がございます。で、もう一点の対策としては、もうそもそもですね、ビジネスモデルの転換ということで、特定技能人材紹介のシフトが必要になってくるかなと思います。現場作業を求めるクライアントに対してですね、安易に擬人国で派遣することはもうできないです。またですね、特定技能ビザは農業、漁業等の一部例外を除いて原則としてそもそも派遣が禁止されております。したがってですね、製造、飲食、資格等の現場人材を求めるクライアントに対しては人材紹介ですね、職業紹介や、登録支援機関としての支援業務へのビジネスモデルを切り替える必要があるかなと思います。じゃあ続いてですね、受け入れ企業、つまり派遣先が注意すべきことと対策についてお話ししていきたいと思います。派遣会社からですね、少しなら現場作業をさせても大丈夫、このビザで大丈夫と言われたからという言い訳はですね、誓約書にサインする以上今後はですね、通用しないです。違法な就労が発覚した場合、派遣元だけではなくて、派遣先企業も不法就労助長罪に問われるリスクがございます。不法就労助長罪はですね、厳罰化されておりまして、現在は5年以下の拘禁刑、またはですね、500万円以下の罰金刑という非常に重い刑事罰が課されます。またですね、更新が不許可になれば、現場の戦力をある日突然失うことになります。
なので、どういった対応策をしていくか、まず丸投げからの脱却、派遣会社から提案される人材の在留資格をですね、必ず確認してください。偽人国であった場合、自社で任せる業務が本当に大学レベルの専門知識を要する業務かをですね、社内で厳しく審査していただくことをお勧めします。で、またですね、現場責任者への教育の徹底ということで、工場長や店長などですね、現場で直接指示を出すですね、担当者に対して、この外国人スタッフには減業を手伝わせてはいけないというルールをですね、徹底してください。じゃあ最後ですね、派遣による偽人国雇用は丸投げできない時代へということでお話ししていきたいと思います。2026年3月9日以降、偽人国ビザでの派遣就労は安易な労働力確保の手段としては完全に使えなくなります。制度を正しく理解し、適法な運用体制を構築しなければですね、企業は刑事罰や事業停止といった大きなダメージを負いかねません。弊社ではですね、派遣元企業様、派遣先企業様双方に対してですね、このようなサポートを提供しております。派遣案件の適法性診断、コンプライアンスチェックになります。現在の派遣契約や実際の業務内容が入管の審査基準に適合しているかをきちんと診断いたします。またですね、特定技能制度への移行サポートということで、現場業務に従事させたい人材について、特定技能の活用や切り替えをご提案します。そしてですね、実地調査監査対応ということで、入管庁からの実地調査や事情聴取に備えた社内管理体制の構築を支援します。派遣偽人国ビザの厳格化はもうスタートしています。うちの派遣の使い方は大丈夫だろうかと少しでも不安に思う方はですね、ぜひ弊社までご相談いただければと思います。以上です。ありがとうございました。